今日の一発目、火災の話なのに避難指示が動くってかなり気になるわね。焼けた範囲が広いのに解除へ進むのは驚きなのだ。雨と消火活動が効いた感じじゃん。最初はこの火災から行こう。今月22日に始まった山林火災。29日午後にも一部を除いて避難指示を解除する方針なのだ。消失したとみられるのはおよそ1633ヘクタールよ。数字が大きすぎて地図が別物みたいだわ。しかも対象は1558世帯3257人で、町の人口の3割くらいじゃん。かなり広い範囲だよね。雨が3日続いたことと消火活動で火の勢いが弱まったのだ。それでも山の中に熱源が点々と残っているなら油断はできないわね。鎮圧ってもう広がらない状態まで持っていく感じだよね。完全に終わりじゃないのがちょっと怖いじゃん。田部地区の17世帯24人は落石があって引き続き安全確認が必要なのだ。木そのものだけじゃなく道が傷んでいるのも厄介ね。避難が解除されてもすぐ戻れない人がいるわ。山火事って消えたように見えても中でくすぶることあるよね。アーシなら戻れるかどうかの連絡が来るまで落ち着かないかも。町長も上空と地上の最終確認が済み次第速やかに解除すると話していたのだ。本来は鎮圧と同時が原則でも焼けた範囲が広いと長引くから柔軟に動くしかないのね。これ聞いてる側もどこまで安全なら戻れるのって気になるじゃん。そうなのだ。災害って終わったの一言で片付かないのだ。ブルージェイズの岡本和真選手がレッドソックス戦で先制の2点タイムリーを打ったのだ。4番サードで先発して3回の2アウト2塁3塁で低めの速球を引っ張ったのね。勝負強いわ。打球がレフトの頭上を越えて2人が帰ったよね。あの場面空気変わるじゃん。しかも2塁を狙ってタッチアウトになったけれど結果は2打点なのだ。攻めた結果のアウトなら内容は十分よ。むしろあそこを止めに行く相手も必死だったでしょうね。それで4打数1安打2打点3試合ぶりのヒットと打点ってちゃんと流れ戻した感じだよね。打率は2割2分3厘まで上がったのだ。細かい数字が積み上がると次の一打も見たくなるのだ。吉田正尚選手もライト前に1本打って4打数1安打打率は2割6分5厘よ。こっちもヒットは出たのに得点につながらなかったのが惜しいじゃん。ほんの一押しで変わるよね。チームとしてはブルージェイズが3対0で勝利。先制点の重さがそのまま出た形ね。野球って一本の長打で流れがごっそり動くのだ。びっくり箱みたいなのだ。そこびっくり箱で済ませるの雑すぎるわ。まあでも試合の空気がひっくり返るのは本当ね。アーシならあの先制タイムリーは何回でも見返しちゃうかも。気持ちいい打ち方ってあるじゃん。みんなはこういう勝負どころで飛ばす打球好きなのだ。私は嫌いじゃないわ。静かだった試合を一振りで動かすのちょっと痺れるもの。イラン報道では日本関係の大型タンカー ID-EMITSU-0 がホルムズ海峡を通過したとされたのだ。2007年にできた長さ330メートル超の大型船よ。そんな船が動くとなると迫力が違うわね。しかもこれが日本企業が管理する船舶としては封鎖以降で初めての事例になるかもしれないじゃん。ホルムズ海峡はペルシア湾とオマーン湾の間にある細い海の道なのだ。日本に来るタンカーの8割が通るって聞くとただの海峡じゃないわね。アーシ地図で見たことあるけど幅が約33キロしかないよね。狭いところでそんなに細いのちょっと息が詰まる感じじゃん。船の通過数も軍事作戦前の2月27日と4月26日を比べると 95.3% 減少したのだ。2月26日と27日は127隻129隻だったのに3月1日は26隻3月2日は14隻3月3日は7隻まで落ちたのね。4月18日に44隻まで戻ったと思ったらまた4月19日は7隻4月26日は6隻って動きがかなり激しいじゃん。国連貿易開発会議がわざわざまとめるくらい
物流と原油の流れに直結してるのよ。日本のエネルギーの安定供給にも関わるから、通れるかどうかで空気が変わるのだ。外務省関係者は通行料は払っていないとも話していたわ。交渉で理解を得た形みたいね。でも、まだ他の船が自由に通れる状況じゃないなら、ここで安心しきれないよね。つまり、一隻の通過で終わりじゃなくて、海の流れ全体が戻るかが大事なのだ。船一本で済む話じゃないのが、いかにも中東の要所って感じだわ。さっきの海峡、実は毎日1700万バレルの石油をタンカーが運ぶほどの大動脈なのよ。毎日そんな量なのだ。もう海の上の高速道路みたいなのだ。しかも日本に来るタンカーの全体の8割が通るともされているわ。かなり偏っているでしょう。8割って思ってたよりずっと多いじゃん。止まると影響が大きいのも納得だよね。さらに、船の衝突を避けるために幅3キロずつの航行レーンがあるの。狭い海域でルールを決めてるのよ。そんな細かい仕組みがあるなら、通れるだけでもかなり大事なのだ。今日は火災も試合も海峡も動きが大きかったのだ。概要欄にリンクもあるから、気になった話は見返してみるといいわ。コメントで一番気になったニュースも教えてね。また次回も一緒に見るのだ。